世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのミナです。今月は携帯の通信データを使いすぎた。制限がかかって読み込みが全然進まない。なんて数年前までよく起きていましたが、インターネット環境は年々飛躍的に向上し、日本では早くて安いが当たり前となっています。しかし、ある国ではまだそうはいかないようです。今回は日本とあの国の技術の差は何だという話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。近年増大し続ける通信量に対応するため、新型光ファイバーの研究が世界的に求められています。そんな中、日本の情報通信研究機構、通称 NICT が先日、世界で初めて標準外形の4コア光ファイバーで毎秒1ペタビットを超える大容量伝送実験に成功しました。聞き慣れないワードが飛び出しましたが、簡単に言うと、通信速度が飛躍的に上昇したということです。海外メディアはこの世界初の快挙を、ネット速度を現在の10万倍にする新記録を日本が樹立したと報道。ある記事ではこのニュースを、ネット速度が遅いことで知られるドイツで暮らす人々はこの報道に衝撃を受けるだろうとユーモラスを交えて伝えたところ、600件近いコメントが寄せられており、海外から様々な意見がありましたので、その一部をまとめてご紹介しましょう。海外の反応。確かにドイツのネット環境は最悪だった。ルーターに1万円も払ってるのに、その多くが数ヶ月で壊れちゃうんだ。3万円くらい払えば1年以上は使えるけどさ、修理するにしても何ヶ月も待たされるし。それが計画的なものであることは分かってる。だけど俺たちは文句を言って終わり。行動に移すことはないんだ。計画的？ルーターが壊れたことなんて一度もないけど。まあ、ネットの速度は遅いのにもかかわらず、ありえないくらい高いのは事実かな。実際にこの投稿の画像を表示するのにしっかり5分かかってるからな。たった5分？俺なんかコメントを投稿するだけで30分だぞ。カナダの田舎の方はネット自体つながってないが。僕の住んでいるところは田舎だけど、ネットは使えるよ。でもかなり高額。世界記録って言っても実験的なものだから。日本って銀行のキャッシュカードが未だに直式なんだ。ドイツ人と同じように CD を買うし、日本とドイツはそんなに変わらないよ。直式のキャッシュカードや CD 程度のことでドイツのネット環境を正当化するのかい？確かにこれは実験的なものだけど、日本は一般的な光ファイバーケーブルを使ってこの実験を成功させてるんだよ。まあ進んだ国、遅れた国が出るのは別に普通だから気にすることはない。日本って本当に不思議な国だと思わない？ウェブページも15年前のものに見えるし、現金主義で書類が至るところにあって、DVD やアーケードゲームがまだ廃れてない。その一方で、こういう規格外な速度の革新技術も生み出すことができる。日本は技術的に高度に発展した国だけど、同時に伝統を重んじる国でもあるからね。今でも有益なもの、信頼できるものであれば簡単に捨て去ったりはしないんだよ。全文同意。磁気カードを使ってるからって遅れてるわけじゃない。日本は他の世界とは違ってスキミング被害が少ないから IC チップにする必要がないんだ。日本は世界のネット速度を進化させることで、より多くの日本の作品を世界の人たちに見せて、世界を支配しようとしてるんだろうね。そして俺はその思惑にまんまとハマって抜け出せないのさ。ドイツは基本的にインフラ面でかなり遅れてるよね。電車も道路もかなり老朽化してるし、メンテナンスもひどい状況。俺の国もかなりひどいと思ってたけど、もしかしてドイツの状況はさらに深刻なの？ドイツ人は自動車以降の技術を嫌うのでね。嫌うんじゃなくて信頼してないんだよ。ドイツは老人が多いから。
僕もドイツに住んでたことがあるよ。決済システムもネット環境も確かに石器時代だった。だけど、バーチャルバンクは良かったな。数分で銀行口座が開設できるんだから。確かに、ドイツのインフラの悪さには驚かされた。ある程度の回線速度があればラッキーという村がたくさんあるんだ。大都市圏を離れると携帯の電波がゼロになるのはかなり一般的なことだしさ。フランスもネット環境はドイツと同じようなものだから、そんなに心配する必要はないと思うぞ。以上が海外の人々の反応でした。ドイツといえば自動車メーカーやシーメンスなど技術的に強い企業がたくさんあり、経済大国というイメージもありましたが、ことインターネット速度においては他国の人々からも自国民たち自身も遅いとの認識が多いようでしたね。ここからはそんなドイツの実情に迫ってみましょう。結論から申し上げますと、コメントからも感じられた通り、ドイツのインターネット回線の速度は非常に遅いようです。平均速度は固定ブロードバンド接続で世界33位、モバイル接続で47位と先進国の中ではかなり低迷しています。ちなみに日本のインターネット回線の平均速度は固定ブロードバンド接続で世界9位、モバイル接続では45位となっており、固定回線とモバイル回線で大きく差がある結果となっていました。インターネットの平均速度ランキングなるものはたくさん存在しているものの、評価の基準がそれぞれ異なるため、どれが正しいかは一概に言えません。しかし、ドイツはほとんどのランキングで30位前後となっており、先進国の中では遅れていると言えそうです。これらネット環境の問題について、ドイツ人の間では共通認識を取り越し、しばしばネタ的にも扱われています。例えば、あるドイツ人が、夏休みでノルウェーの北の果ての陸の孤島みたいなコテージに滞在したけど、自宅より10倍ぐらい速いネット回線だった。マジでドイツ、なんでだと SNS で嘆いて話題となったり、2020年の末にはドイツの田舎に住む男性が 4.5GB のデータを転送サービスを介して送るのと DVD に焼いたものをメッセンジャーが10キロ先の目的地へ馬に乗って届けるのとどちらが速いかを実験していました。結果は馬の圧勝。馬が2時間後に配達を完了したのに対し、ネットを経由した転送サービスは5時間以上の時間が必要だったんだとか。ちなみに馬はのんびりと歩いていたそうです。この実験を行った男性は自宅に光るケーブルを設置したものの、通信事業者が対応できないため、結局電話回線しか利用できなかったという状況だったようで、この実験を通して通信速度への不満を訴えたようです。そう、ドイツのインターネット回線が遅い理由は光回線の普及率の低さにあります。ドイツで光回線を使用しているのは大都市や企業の投資、住民の意欲が高い地方などごく一部だけで、その割合はドイツ全体の約 14% で EU の平均 33.5% と比べると明らかな低水準です。ドイツでは昔からより良いインターネット回線の普及を目指していたようですが、日本で急速に広まった光ファイバーへの切り替えではなく、アナログ回線である銅線の改善に投資していたため、光ファイバーの導入が遅れ、他の先進国、さらには途上国にも遅れを取る結果となっているのだとか。インターネット会社も遅さの問題を分かっていても、競合他社との競争がほとんどないため、投資に積極的ではないようで、ドイツの消費者保護当局の記録によると、50% 以上のユーザーが契約時に合意した通信速度と大きく異なる状況に。つまり、契約してから通信速度が遅いと気がついても、結局は通信速度の速いユーザーと同じ料金を支払わなければいけないという不平が生じていたようです。ドイツではこれを是正するため、電気通信法が改正され、回線速度が遅いプロバイダーに対し、ユーザーに割引価格で提供することを強制する法案が可決され、2021年の12月から施行されています。世界的に回線速度の平均値は年々飛躍的に上昇していて、あらゆる国で速度改善が進んでいます。今回取り上げた4コア光ファイバーでの大容量伝送実験の成功ももとより、
5G 回線の普及で遅れを取った日本は、その反省を生かし、6G 回線に向けて早い段階から国を挙げて取り組んでいるようです。ドイツでは、イギリスの携帯電話サービス大手ボーダフォンが10月に、通信大手アルティスヨーロッパと折半出資で、ドイツで光ファイバー網を手掛ける新会社ファイバーコーを設立し、通信インフラのアップグレードを予定しているそうです。目まぐるしく変わる状況ですので、数年先がどうなっているのか楽しみですね。ところで、今回の海外の人々のコメントを振り返ってみると、日本は革新的な技術を持ちつつも、デジタル化が進んでいない不思議な国だとの見方も多くありました。果たして全てにおいてデジタル化を進めることは本当に良いことなのでしょうか。確かに何かと文書が必要な手続き類の煩わしさを省くため、デジタル化を進めることには賛成の意見も多いかと思うのですが、例えば現金を持ち歩かない状況は子どもたちの未来にいい影響を及ぼすとは言えない気がします。皆さんはどのようにお考えでしょうか。コメント欄での意見お待ちしております。私は現金持ち歩く派です。メリットの多いデジタル化ですが、セキュリティ面、システム障害などはやはり心配になります。便利な時代の落とし穴に気をつけてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。